ブリ中野のブルチャンネル、今回は前女の金銭事情ということで、前女でいただく給料でどんな生活をしてたのか、そしてどのぐらいお金をもらっていたのかを話したいと思います。15歳で私は入門しているので、中学卒業してからすぐに前女に入って初めてのお給料1ヶ月後にもらった金額が5万円でした。当時の5万円だったんですけども、当時でも少なかったですね。それで5万円もらったんですけども、15歳だったからすごくたくさんに感じて、その中から寮費を引かれて、寮費が5,000円だったんで4万5,000円を手渡しでもらったんですけども、若かったんでこんなにもらえるんだっていうふうにすごく嬉しかったのを覚えてます。なんでかっていうとですね、やった仕事っていうのが、自分の練習と、あとは事務所の掃除と、言われた雑用ですね。掃除がほとんどだったんですけども、あとは何々選手にこれ持って行ってとか、先輩からこれを事務所に持って行ってとか、そのぐらいのやり取りだったと思います、初めの頃。まずは朝起きて、早い時間6時か7時ぐらいから掃除が始まって、その後はもうずっと朝から晩までずっと練習をするっていう生活だったんで、自分の練習をしながら4万5,000円もらえるんだっていうのですごく嬉しかったですね。だけども実際そのお金をもらって、そのお金の中でやりくりしていくっていう生活はもう本当に大変で、4万5,000円あっという間になくなりました。でも初めもらった時にはすごく嬉しくて、そのお金を全部持ってまず銀行に行ったんですよね。私自分の通帳っていうのを作ってみたくて、身分証明書も何もなかったのかな。あの時って多分そんなものなくてもすぐに通帳が作れました。それで、中野恵子っていう通帳と、中野みよ吉、中野陽子、中野美智子っていう私のお父さんと母さんと妹の通帳をその場で4つ全部作りましてね、そこに、毎月お父さんお母さん妹に1,000円ずつ、貯金をして、残りは全部自分の通帳に入れたのかな。通帳にはすぐ入れなかったのか、ちょっとは入れて、あとは手持ちで持っててっていうのを始めました。でそれから毎月毎月、1,000円ずつ家族の分と自分の分で貯金をしてましたね。でもその貯金って自分の貯金の部分ではもう全部ほとんどもうすっからかんになるぐらい、あっという間に結局食事だったり、練習の T シャツジャージでもうすぐになくなっちゃうんですね。どのぐらいでなくなったの？2週間ぐらいで多分あっという間になくなったと思います。で昔はユニクロみたいなそういう安い、例えば1,000円とかで売ってる T シャツとかジャージとかは全くなくて、高いスポーツ用品でジャージを買うしかなかったんで、すごく高価だったんですね、値段的にも。それであっという間になくなってしまって、でとにかく食べるものが食べれないぐらいお金がなかったです。入門してからずっと、しばらく4万5,000円でやっていくんですけども、3ヶ月目にプロテストっていうのがあって、それに合格した人はもう巡業に連れてってもらえるから、毎日毎日仕事でお金が急に4万5,000円から7万ぐらいにすぐ上がったと思います。多分新人の1試合のお金が3,000円とか、負けたら2,000円とかだったんで、それでもほとんど毎日試合があったんで、すぐに7万円とかに上がるんですけども、私はもう一番遅いデビューで半年ぐらい多分デビューできなかったんですね。だからずっと4万5,000円でやってました。最終的にはもうお金がなくって、同期の子がこれもう本とかにも書いてるんですけど、同期の子たちはもうどんどんデビューして、お金が7万あると結構いい生活ができて、きゅうりを買ってきて刻んだりとかして食べたりとかしてたんですけども、そのきゅうりの切った切れ端を寮の三角コーナーの生ゴミのところに捨てるんですけども、それを捨てた生ゴミを後から洗って、これを食べちゃうか食べないかっていうのを一生懸命考えてっていうか、結局食べるしかないんですけども、結局それを食べたらなんか終わっちゃうなみたいな風に思って、結局それは食べないで捨てたんだと思いますけども、それぐらい本当に食べるっていうことに関してもう食べれないものがないっていう感じでしたね。お金がなかったです。それでちょっと事務所の人がそれに感づいて、わざとですね、多分今から考えればわざと嘘をついてくれて、寮での新人の生活を取りたいって言ってるから、この2,000円で好きなものを買って自炊をしてる風景を撮りたいから食料を買ってきなさいって2,000円をもらったんですよね。でその時に残っていた寮の子たち3人で、私含めて3人で2,000円あればもういろんな食材買えるんで、
まず肉を買ってで野菜も買って何かのためにこの後に取材が終わった後もいっぱい食べれるようにってなんかこの業務用の紅生姜を昨日買っといてそれは別にその時に出さなくてもいいからこれは後で自分たちで食べようっていうことでこっそりそれも買ってその取材を待ってたんですけど、ね、結局その日に取材来なかったんです。でもう肉も野菜も料理してずっと待ってたんですけども来ないからじゃあ食べちゃおうかっていうことでみんなでわーっと食べてああよかったねなんか生き延びたねっていう感じで結局はその取材はなくてでその後はその紅生姜だけをずっと1ヶ月残りの1ヶ月とかその後の1ヶ月とかも食べましたかね。初めは紅生姜に醤油をかけて食べたりとかで味の素がちょっと残ってたんでかけたりとかしてもう味の素がかかってると本当に豪勢というかご飯もたくさん食べれるんですけどこの醤油もなくなって味の素もなくなった時には紅生姜だけでずっと食べて生き延びてましたね。なんかそんなのがあって結局その後にデビューまで来てお金がたくさんもらえるようになってからは吉野家の牛丼とかの紅生姜は絶対に食べないで昔の思い出がすごくあったんで食べないようになってる生活をしばらくは続けてます。今ではね食べれるんですけども新人の矢の時の思い出がすごかったんで紅生姜はしばらく食べないでいたりとかしたんですけど結局デビューができてすぐに私の場合は7万になったんですけどもその後またすぐに今度は名ベンターになるっていう悪役になったんで名ベンターになるんで急にまた給料が15万ぐらいにまたジャンプアップしてで結局2年目の時には、70万円ぐらいもらえてたんですね。それは試合プラス名ベンターっていうのもあったしあとは芸能の仕事がダンプさんと一緒に芸能の仕事をやらせていただいてバラエティに出たりとか毎度お騒がせしますとか夏体験物語とかっていうドラマにちょっとレギュラーで出させてもらったんでそれのお金が入ったりとか女子プロレスのクラッシュギャルズとダンプさん私のゲームが出たんですね。ゲームのソフトが出てでそれのギャラが入ったりとかして結局もうすぐに70万になってその後はもう100万下ることはなかったですね。ずっと100万から上の給料をずっともらってました。2年目ぐらいから。だからその頃にはもう食べたいものも食べれるようになってだけど今度お金が手に入った時には今度は時間がなかったんですね。もう仕事ばっかり朝から晩までずっとでちょっとでも時間があるんだったら買い物よりも寝たいっていうぐらい寝る時間がなくてで買い物にも行かれなくて、新人の子に頼んで物を買ってきてもらうっていう生活になっちゃいましたね。悪役になってすぐの時にはお金はもらったんですけどもずっとダンプさんが面倒を見てくれてダンプさんが食事代を出してくれるっていう生活になったんでお金はもうずっと貯まってました。初め新人の時に1,000円ずつ家族には1,000円ずつ入れてたのが2,000円になり3,000円になり1万円になり、3万とか5万とかになってましたかね。だいぶ貯まっていっぱいになったらあげようと思ったんですけども結局それは最終的にそのお金も全部使って大きな四角いボックスのテレビのその時の当時で一番大きいやつを買って結局暇な時間っていうのは寝るかゲームをするかパチンコに行くぐらいしかなかったんで家にいる時に、ゲームがあの時にスーパーマリオとかが流行ってたんでマリオが大きなテレビだったらこのぐらいの大きなマリオになるねみたいな感じでそれをするために今まで両親のために貯めたお金も全部使ってそのテレビを買ってしまったんですけども結局はでもそんな感じでお金に関しては初めの1年間は本当に辛い思い出ばかりですね。だから先輩たちが巡業に行って帰ってきたバスの中に、ゴミがいっぱい捨ててあるんですけど先輩たちは本当に人気があっていろんなファンの方から差し入れをもらうんですね。バスの中で食べた残りだったのを捨ててあるんでそれをゴミを食べながらどうにか生き延びたっていう1年間はそういう思い出ばっかりですね。本当に素晴らしいゴミがいっぱい捨ててあったんでもしかしたら先輩たちも私たちが食べるって分かってて捨ててくれたのかなっていうぐらい絶対に新品なものはファンの方からいただいたんで捨てることはないんですけども先輩たちは必ず一口でも二口でも食べた残りをそっと捨ててあるのでそれをきれいに今日なんだろうねみたいなバスの掃除するのが本当に楽しみで新人たちみんなで同期の子たちみんなで今日なんだろう私は後ろのゴミ行くねとかじゃあ私前のゴミやるねだいたい後ろのゴミの人はいい思いをするんですけど一番後ろの方に年代が後ろの方からだんだん新人になっていくので後ろの方のゴミの方がいっぱいいいゴミが捨ててあるのでねそれを後ろのゴミ箱に行けるのが一番いい
ものが食べれるので、いいものが見つかると「あ、こんなのあるよ」とか言って、みんなで「どれどれどれ」とか言いながら食べながら掃除をしてました。そんな新人時代があって、最終的に一番私がトップになった時にはいくらぐらいもらったんだろう、本当にちょっと覚えてないんですけど、多分200万とか以上をずっともらってたと思います。でその後にアメリカに行ったりとかした時には本当に本当わかんないですね。お金の最終的になんで分かんなくなっちゃったかっていうと、手取りでもらった時っていうのはもう重みがあって、実際自分で数えられますから分かったんですけども、そのうちに今度銀行振り込みになっちゃったんで、全くこう感覚がなかったですね。目で見ていくらだっていう感じじゃなくて、もう数字で300万だ400万だ500万だっていう感じだったんで、全然重みがなかったっていうか、で、あっという間に溜まっていくし、使う時間もなくてっていう生活がもう最後の方はずっとあったし、あとはアメリカに行った時がもっとその多分、10倍ですかね。日本にいた時も10倍まではいかないけども倍以上はもらってたんで、でも使う時間がなかったっていうのがあって、結局はそのプロレスを辞めた後に何十年間、十何年間そのお金で生活ができたぐらいだったんで、使い尽くしちゃいましたけど、それぐらいだんだんお金は貯まって、知らないうちに貯まっていったっていう感じですかね。でもやっぱりない時の方がすごくお金に対して執着があったし、覚えてますね。あとお金がない時におごってもらったものとかっていうのはすごく覚えてて、昔は回転寿司、回る寿司がなかったんですね。で寿司行こうかっていうと、本当に座る寿司で前で板前さんが握ってくれるっていうお寿司があったんですけど、それを何回目かなのかな、1回目の給料だったか何回目かの給料の時に同期で2人で1回お寿司屋さんに行ってみようかって言って、目黒のお寿司屋さんに2人で行ったんですけども、多分梅竹松みたいな感じで一番安い梅のセット、多分その時でも2000円とかだったのかな、1500円だったかな、分かんない。じゃあそれをくださいって言ってカウンターに座ってドキドキしながら待ってたんですけども、初め握りがいろいろ出てきて、食べて美味しいね美味しいねって言って食べてて、でその後になんか巻物が出て、その時に巻物が出たら最後なんだっていうことを知らなかったんですね。その初めてお寿司屋さんに行くわけだから、巻物が出てそれも全部食べ終わって、でとにかくもうお茶でもうお腹いっぱいにしようねなんてお茶もいっぱい飲んでて、その後もずっと待ったんですけど何も出てこなくって、最後板前さんが「終わってますよ」みたいな感じで「あ、そうなんだ、巻物が出たら終わりなんだ」っていうのをそれで初めて分かって、もう恥ずかしくてもうとにかくすぐにお金払ってバーって出てお店を出たんですけども、出た後に「終わりなら終わりって言ってくれればいいのにね」みたいな感じでなんか文句を言って恥ずかしくてそのまま出ていったっていうのを、覚えてますね。そんなことがありながら、あとはよくダンプさんに、いつも食事はおごってもらってたんで、初めに私が2人で行く時にはいつもカッパとかカッパ巻きとか言って卵カッパ巻きって食べてたんですけど、見かねたダンプさんが「もうおごってあげるからいいんだから好きなもの食べな」って言ってくれて、でその時にもうすぐに「すいませんウニとトロください」って言ったちょっとダンプさんにってちょっとキリッと睨まれたのを覚えてますけど、そんなことは関係なしに全部おごってくれて、いつも美味しいものを食べさせてもらってたのを覚えてます。苦しい時に食べさせてもらったのは本当によく覚えてますね。やっぱそういう時におごってもらったものとかはほとんどダンプさんですけどダンプさんに体を大きくしてもらったのを覚えてます。そんな感じで、やっぱし辛かった時のそのきゅうりの端っこを食べなかった、プライドを捨てなかったっていうのがあったから、多分頑張ろうと思ってその後も頑張り続けられたと思うんで、もしもその時に同期が優しくしてくれて「これ食べなよこれ食べなよ」っていうふうにされて「ありがとう」でもらってたら、ちょっとあんまし闘争心が出なかったかなっていうか、もうその給料もらってる人給料もらってない人の差がすごくあったし、それからもう食事もちょっと行かなくなった時があったんで、自分たちも同じプロになって同じ給料をもらった時にはやっと食事に行ったりとかしたんですけども、その寮での生活でも雲仙の差があったというか天と地ぐらい差があったんで、その捨てたものも食べようかどうしようかみたいなぐらいちょっと差があったんで、それも多分前場の中のそのシステムっていうかでは良かったんじゃないかなと思ってますね。今はもう本当に何でも食べれますけども、食べれない時があったんで今食べれるっていう感謝の気持ちが今でもずっとあります。